今回は今タイミング的に注目の米国株のバイオセクターについて説明するね。これから説明するバイオセクターについて、去年の秋の安値から指数が 47% も上がっているよ。そのおかげで個別株でも3倍4倍以上になった株が結構出てきているよ。そこでそもそもバイオセクターとはどういう銘柄があるのか、なぜこのタイミングでバイオセクターが上昇してきているのか、そして具体的な投資対象について説明するね。まず製薬・バイオセクターってどういうカテゴリーがあるか説明するね。カテゴリーは私が勝手につけているものなので、そういうものと思ってね。ざっくり分けると、大手製薬、大手バイオ、承認済みで販売している薬があるバイオ、承認済みの薬がないバイオ、薬以外のバイオがあるよ。もちろんきれいにこのカテゴリーに分かれるわけではなく、カテゴリーの中間的なものがあったりするよ。なのであくまで銘柄を頭の中で整理するためのものと思ってね。大手製薬、これは昔からある製薬会社が入っているよ。肥満薬にで有名な LLY、 コロナワクチンで有名な PFE、 そういった製薬会社として有名な会社があるよ。時価総額は LLY で731ビリオンダラー、MRK で327ビリオンダラー、PFE で155ビリオンダラー、そういった規模の会社だよ。次に大手バイオ、ここは主に1980年前後ぐらいに創業した会社だよ。これは1980年代ぐらいから遺伝子組み換え技術や分子生物学の技術が発展して、それをもとに開発したバイオ医薬品で成功した会社だよ。代表的な銘柄は例えば AMGN、GILD、BIIB などあるよ。時価総額は AMGN で152ビリオンダラー、GILD で90ビリオンダラー、BIIB で32ビリオンダラー。大手製薬よりは小さいけど、それなりに規模の大きな時価総額の会社だよ。他のバイオはざっくり分けると、承認済みで販売している薬があるか、すなわち売上がある会社と承認済みの薬がない会社に分けているよ。バイオセクターの特徴的なこととして、売上がなく薬を開発中でも IPO でき、市場で取引されているよ。ごくまれに研究開発系企業でそういう企業もあるけど、普通は売上がしっかりしてから IPO される企業が多いよ。似たイメージのセクターで医療機器もあるけど、ここら辺も製品を発売してから IPO されることが多いよ。開発中の会社があることが薬関連バイオの大きな特徴だよ。あと薬以外のバイオは今回は取り上げないけど、診断関連とか、あと薬の開発の支援ツールを販売していたり、いろいろあるよ。今回は薬関連にフォーカスして説明していくね。この薬関連をざっくり2つに分けると、黄色とオレンジに分かれるよ。これによって値動きがかなり異なるよ。上の黄色の部分はディフェンシブな株になるよ。この枠内の会社は売上がしっかりしていることが前提だよ。不景気になった時に娯楽とかの支出は真っ先に削られるかもしれないけど、薬の支出はなかなか削られないよね。飲み続けないと病状を悪化すると分かっていて、やめる人はよほどの事情がないといないと思うよ。不景気でも強いという意味でディフェンシブよ。逆に言うと好景気になっても大きく売り上げが上がるわけではないので、その値動きはゆっくりになるよ。あまり値動きが激しいが好きではない人に向いている株だよ。一方でオレンジの枠が小型バイオとだよ。こちらはディフェンシブと違って値動きが激しいよ。時価総額も数ビリオンダラーから数十ミリオンダラーまであって、小さな株なので大きく上がりやすく大きく下がりやすくもあるよ。また
売上や利益がないため、金利の影響も受けやすいよ。企業価値の計算方法として、金利が高くなると、将来生み出すキャッシュフローの価値が小さく見積もられるものがあるよ。よって、現在売上がなく、将来大きく稼ぐような小型バイオ株の価値は、高金利では低く見積もられるよ。また、金利が高く、FRB が引き締めをしていると、資金調達も難しくなっていくので、その意味でも小型バイオ株は売られるよ。繰り返すと、ここでのポイントは、黄色とオレンジは別の種類の株だと認識することだよ。こうやって説明すると、下の銘柄で良いものが上に上がっていくイメージを持つかもしれない。そういうケースもあるけど、大部分は実は、上の企業が下の有望企業を買収して終わることが多いよ。特に、上の企業の重点領域を開発している元の企業は、そうなる可能性が多いよ。前回の動画で説明したティッカーシンボル VKTX は、肥満薬を開発していたよね。肥満薬は、大手製薬にとって欲しくてたまらない領域なので、どこかで買収される可能性も高いと思っているよ。買収される場合は、現在の株価にプレミアムがついた価格で買ってくれるので、売るのは寂しいけど、短期で大きく利益が得られる展開だよ。あと、最後にバイオセクターって何かというと、実は定義が結構、人によって異なるよ。だから、バイオという名前を見ても、どのカテゴリーを指しているか、よく定義を確認した方が良いよ。一例としては、薬関連の大手バイオから、薬を開発中の範囲までをバイオと定義しているものがあるよ。次に、なぜ今バイオセクターなのかについて説明していくよ。それを説明する前に、一つのバイオ株の指数について説明するよ。S&P のバイオテクノロジー、セレクト、インダストリー、インデックスというものがあるよ。この指数を元にした ETF がティッカーシンボル XBI となるよ。前のスライドで説明した薬関連の時価総額がある程度あるバイオ株が入っているよ。この指数はかなり特徴的なところは、大型株も小型株も同じ重みなところだよ。具体例を見ると、一番大きいのはティッカーシンボル CYTK で 2.6% だけだよ。時価総額も 7.5 ビリオンダラーで、大型バイオの AMGN の時価総額152ビリオンダラーに比べればかなり小さいよ。他の銘柄も上位は 1% 台後半しか組み入れられてないよ。時価総額は1桁から10ビリオンダラーぐらいが多いよ。これはかなり特徴的な重み付けだよ。指数に興味がない人はピンとこないかもしれないけど、通常の指数は時価総額に応じて大型株の重みを大きくし、小型株の重みを小さくするよ。例えば、ティッカーシンボル XLK というテックセクターの ETF があるよ。この組入れ比率を見ると、アップルとマイクロソフトで4割を占めるよ。これは、この2つの銘柄の時価総額が大きいところによるよ。このような組入れの場合、アップルとマイクロソフトの値動きで、かなりの部分の XLK の値動きが決まってしまうよ。よく知られているナスダック100も同様に大型株の動きの影響が大きいよ。XBI は大きな重みの銘柄がないということは、個々の小型バイオの値動きを反映しやすいことを意味するよ。前に示した図の水色の部分の銘柄が入っているイメージだよ。時価総額が小さいバイオ株もあるけど、それは入ってないよ。この図で大手は多くないので、実質は下の2つのカテゴリーの小型バイオの値動きを時価総額に関係なく反映する指数になるよ。では、具体的にこの指数の動きを見ていくよ。こちらが XBI の月足チャートだよ。まずは長期的なセクターの流れを見ていくよ。2011年から2019年にかけて途中調整があるものの、長期ではずっと右肩上がりだったよ。
この理由はリーマンショック以降、低金利と量的緩和を続けたため、その影響が大きいよ。当時の米国の政策金利を復習していくよ。2015年の終わり頃から利上げを開始し、2018年末まで続くよ。すなわち、右肩上がりだったのは、ずっと低金利の時代だったんだよ。利上げ開始が見え始めた頃に調整し、またその後、持ち直していくよ。そして、2018年に金利上昇と QT に耐えられなくなって、後半調整して、その後は横ばいとなるよ。そして、コロナショックが起こるよ。コロナショックで起こったことは、再び政策金利はゼロまで行き、さらに大規模緩和を行ったよ。コロナショック当時の様子は、銘柄列伝 ZM という動画に詳しく説明しているよ。そこから2021年2月の上髭までバイオの大相場が起きたよ。この時期の上昇理由の主なものは利下げと緩和だと思っている。ただ、それに加えてコロナワクチンで世の中が盛り上がり、バイオセクター自体も一般投資家の注目が集まったこともあると思っているよ。その後は政策金利は2022年まで上がらなかったけど、短期金利は2021年から上がりだし、バイオ株の大相場は大きく崩れていったよ。2021年5月、6月の下髭で底をつけて反発するも、利上げ停止が思ったより後になったため、上昇しきれず、再び昨年10月に安値を試したよ。だいたいこの安値がコロナショックの底と似た位置にあり、重要な水準だったよ。そこを耐え切って反発したのが今の時期となるよ。長期チャート的にはダブルボトムをつけた形になり、現在は安値から 46% も上がった位置にいるよ。バイオ株の長期の立ち位置は理解できたかな。その立ち位置でなぜバイオセクターに着目するかというと、一つ目は FRB の動きだよ。また利上げの可能性もと言われ始めたので注意は必要だけど、対局は今後はタイミングだけの問題で、利下げや QT 終了など緩和の方向に行く流れだよ。説明したように利上げや引き締めがバイオ株を下げる要因なので、その反対方向はポジティブな流れになるよ。もう一つは肥満薬の影響で、一般投資家もバイオに興味を持つ可能性があるのではないかと思っている。コロナショックの時はワクチンが呼び水になったのではないかと思っているけど、今回も肥満薬が呼び水でバイオセクターにお金が流れるのではないかと思っているよ。逆に言うと、リスクは FRB が再び利上げ方向の可能性を示唆すると危ないよ。引き続き FRB の動向には注目だよ。次に投資対象の説明をしていくね。まずは投資信託について説明するね。個々の詳細は後で説明するけど、バイオセクターを買いたい人はアイフリーネクスト、ナスダック、バイオテクノロジー、インデックスが良いよ。ただ、この投資信託には肥満薬で有名な LLY が含まれていないので、そちらも合わせて買いたい人はグローバル、ヘルスケア、バイオ、オープン、B コースもチェックしてね。ただ、個人的にそこまで良い気がしないので、肥満薬の大手製薬を買いたい場合は個別株で LLY や NVO も検討してね。まずはアイフリーネクスト、ナスダック、バイオテクノロジー、インデックスから説明するよ。こちらはナスダック、バイオテクノロジー、指数を元にしたインデックス型の投資信託になるよ。運用管理費用は 0.7975% と他の投資信託に比べるとかなり安いよ。おそらくインデックス運用だからだと思うよ。他はアクティブ運用だけど、組入れ銘柄はすごく大きく変わる感じではなかったよ。ナスダック上場の幅広くバイオ銘柄をカバーしているよ。現時点では222銘柄あるよ。薬以外のバイオも含まれているよ。時価総額の大きな大手バイオの重みを大きくしているよ。
具体的な組み入れ銘柄はこちら。1番は VRTX で 9.0%、 次は AMGN で 8.3%、 REGN は 8.2%、 GILD は 7.2%、 コロナワクチンで有名な mRNA が 3.9%。 そんな感じである。どういう基準で重みを決めているのかわからないが、時価総額的には一番大きい AMGN も突出して多く含まれているわけではないので、大手中心にバランスよく組み込まれている。ただバイオの投資信託なので、大手製薬である LLY や NVO は含まれない。そこも含めて買いたいならば、グローバル、ヘルスケア、バイオ、オープン、B コースとなる。運用管理費用は 2.42% と先ほどのものと比べてかなり高い。分配金もあるが額としては大きくないので、それほど気にする必要はないかもしれない。組み込まれている銘柄はバイオだけでなく、大手製薬や他のヘルスケアセクターであるヘルスケア、プロバイダーや医療機器も含まれる。組み込まれている銘柄を見ると、トップは LLY で 7.4%。 肥満薬を買いたいと思うならば良いかもしれない。 NVO も 3.3% 含まれている。他はヘルスケア、プロバイダーである UNH が 7.7%、 大手製薬の MRK、AZN、NVS などが含まれている。肥満薬を買うという意味では良いかもしれないが、組み入れ銘柄はディフェンシブな銘柄が中心となってしまう。これまで説明したバイオセクターを買いたい理由からは外れてくる。肥満薬を買うといっても 12% ぐらいで、他は恩恵があるわけではない。肥満薬も欲しいけど、バイオセクターに投資したいならば、先ほどのナスダックの投資信託と個別株で LLY や NVO を買うことを検討した方が良いかもしれないね。次に ETF を見ていく。今回のストーリーに一番マッチするのは XBI だが、残念ながら今のところ日本の大手証券会社では取り扱いがないようである。それ以外だと DBH と IBB となる。いずれも肥満薬の大手製薬の LLY や NVO は含まれていない。どちらも似た ETF だが、DBH の方が最大手の AMGN が多めに入っていて、より安定的である。あと一応説明はするが、XBI のレバレッジ ETF もあるが、結論を先に言うと、短期トレードのギャンブラー以外はおすすめしない。 BBH から見ていこう。経費率は 0.35% で、さすが ETF である。バイオ大手で AMGN が時価総額で152ビリオンダラーでダントツとなっている。その AMGN が 17% 入っており、その影響が大きい。他は VRTX が 11%、GILD が 9%、REGN が 9% となっている。月足チャートの値動きはこんな感じとなっている。XBI とも似た動きをしており、2015年の調整がマイルドになっている。安定的にバイオを投資したいならば良い感じである。次に IBB。経費率は 0.45%。組み入れ銘柄の上位は BBH とあまり変わらない。ただ AMGN が 7% しか含まれておらず、その影響が小さくなっている。他の大手バイオも少し比率は小さくなっている。その分、他のバイオ銘柄も薄く広く組み入れられており、大手バイオを軸にバイオセクターを幅広く捉えるには良いかもしれない。月足チャートの値動きはこんなになっている。大体の値動きは大きくは変わらない。チャートだけでは分かりにくいが、ボラティリティはこちらの方が高くなっている。ティッカーシンボル LABU。 これは XBI の1日の値動きを3倍にしたレバレッジ ETF である。いろいろなところで言われているように、
レバレッジ ETF はおすすめしない。詳しくは他のサイトを参考にしてほしいが、原価効果、金利負担、狼狽しやすいなどがある。どうしてもレバレッジ ETF が良いというギャンブラーは止めないが、動画としては止めておく。LABU の月足チャートはこんな感じ。原価効果などの影響で XBI とは全然違うチャートとなっている。日足チャートはこんな感じ。10月の底から 2.6 倍ぐらいになっている。まさにギャンブラー向けの銘柄である。ちなみにレバレッジ ETF をトレードする場合は、チャートはレバレッジがかかっていない ETF、LABU の場合は XBI のチャートを見ることをお勧めする。レバレッジ ETF のチャートは歪んでしまっているからである。最後に個別株。バイオセクターではなく肥満薬を買いたい場合は、現時点では LLY か NVO を買うことになる。大手製薬セクターなので値動きも激しくなく、一定比率持つのは良いかもしれない。こちらの説明は以前の肥満薬の動画を参考にしてね。リクエストがあれば個別に掘り下げる動画の作成も検討するよ。その場合はコメント欄に書いてね。それ以外の特に小型バイオの個別株に関しては、結論としてはおすすめしない。製薬会社とかお医者さんなどバイオ業界を熟知している人は良いかもしれない。ただそんな人はきっとこの動画を見ていないと思うし、見ていても素人が適当な動画を作っているなと思っているだけだと思う。トマトちゃんも幅広いセクターの勉強をしているものの、製薬会社でも医療関係者でもないよ。なのでこの動画も素人レベルで調べたもののレベルを超えていないよ。売上もない、利益も赤字のバイオ企業を評価することは難しい。なのであまり小型バイオの個別の世界に入らないことをお勧めする。あとバイオ株は非常に値動きが激しい。例えばこちら、ティッカーシンボル GPCR。 前回の肥満薬の動画で少しだけ出てきたね。肥満薬の試験結果がいまいちと12月に発表されて、次の日の株価はマイナス 42%。 これが小型バイオの世界である。特殊例と思われるといけないので、ティッカーシンボル ALVR。 こちらも12月に臨床試験3件の中止を発表した。その直後に株価はマイナス 67% の急落。この程度の急落は日常茶飯事である。もちろん一発当てれば2倍、3倍の可能性を秘める。一方で大きく損失を被るのが小型バイオである。この説明で個別株は投資したくなくなったよね。その人は動画はここで終了で OK。これを見てもまだ個別株に投資したいという頭がおかしい人だけ続きを見てほしい。繰り返すけど個別株はおすすめしないからね。おすすめされなくても小型バイオ個別株に投資したい人について、とっておきのマル秘の個別株の選定方法を教えよう。トマトちゃんが長年の投資経験で培った秘伝を動画初公開するよ。じゃじゃーん。バッタじゃないよ。イナゴだよ。X のフォロワーはイナゴとは何かを理解していると思うけど、 YouTube で初めてトマトちゃんを知った人は意味不明かもしれないから解説するね。イナゴとは他人が買った銘柄に群がる投資手法だよ。通常は良くない方法として説明されるけど、素人が小型バイオに投資するにはこれしかないと思っているよ。後でいくつか銘柄が出てきているけど、もともと肥満薬銘柄を調べていて VKTX について詳しく解説している人が出している銘柄だよ。フィンビズのバイオテクノロジーセクターの銘柄を調べると700銘柄ぐらいあって、とても自分では適切な銘柄をスクリーニングできる自信がないよ。イケているバイオ株情報提供者をどう探すか。方法はいろいろあると思うけど、大事なことは
臨床試験の結果を深く分析できているかがあるよ。この株が有望だったとか、試験結果が良かったとかしか書いていないものは参考にしてはいけないよ。試験結果の具体的にどこが良かったのか、他と比較してどう思うか、それについていろいろな角度から分析しているものを選ぶのが良いと思うよ。試験結果も都合の良いのだけ出している可能性があるので、よく読み込むのが良いよ。あと、臨床試験だけでなく、事業モデルについても考察しているものが良いよ。正直、素人にはどこまで勉強しても深いところまで理解しきれない限界があるよ。その人が言っていることが正しいかの判断は究極には難しいと思っているの。ただ、その人がどれぐらい深く分析しているか、ロジックが整合するかは国語力あればわかるよ。そういう人が挙げている銘柄について自分なりに調べてストーリーに納得してから購入を検討した方が良いよ。個別株を考えていくときに、とにかく大きく値下がりするリスクは常に意識しようね。バイオ株は成功するよりも試験結果などで失敗する可能性が高いよ。せっかくバイオセクターが追い風で上がってきても途中でつまずいて半額以下になったら意味がないよ。もちろんリスクが全くない銘柄は言い換えると上がる見込みがない銘柄なので適切にリスクを取ることになるけど、大負けしないこともよく考えた方が良いよ。例えば個別株を見る上でのいくつかのチェックポイントを書いてみたよ。一つ目はアンメットメディカルニーズがあるか。薬の事業は薬の機能である効果と副作用で勝負の結構な部分が決まる事業だよ。デジタルでユーザー体験がとか、消費者向けでブランドがとか、デザインがとか、そういう観点よりも機能の方が重要な数少ない業界だよ。その機能でもマストハブとナイストゥーハブがあって、ちゃんとマストハブを選ぼうということだよ。アンメットメディカルニーズ、満たされない医療ニーズがあるか。この業界ではこういう言葉を使うよ。次に、世の中でいろいろな会社が薬を開発しているけど、その中でも素晴らしい開発している薬があるかがもちろん重要だよ。開発している薬の候補リストをパイプラインって呼ぶよ。小型バイオのホームページ行くと、大体の会社でパイプラインという文字があるので、どういう薬を開発しているか見たい場合は、まずそこを見てね。どの病気にどの開発段階の薬があるか分かりやすく書いてあるよ。技術よりもまずはそこを確認するのが重要だよ。そしてもちろん臨床試験の結果が良いこと。薬の開発のステップを復習しておくと、最初は人間以外の試験管や細胞、動物で実験するよ。それをプレクリニカルと言ったりするよ。その次に人間への試験によるよ。臨床試験とか治験とかクリニカルトライアルとか読んだりするよ。ステップは3つあって、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3で成功されて、規制当局、米国なら FDA に承認されて薬が発売されるよ。長い年月がかかるステップだよ。病気や薬によって3ステップは簡略化されたり、フェーズ2で承認されて、あとおいでフェーズ3をやったりすることもあるよ。チェックリストに戻って、有望な臨床試験の結果があることが重要だよ。動物実験の結果は参考にならないよ。なので、リスクを下げるならば、すでに臨床試験の結果が何かしらあり、そこで良好な結果かよく検討する方が良いよ。効果だけでなく、副作用がどうかも重要だよ。さらに、カタリスト、これは材料と読み替えても良いかもしれないが、今後、いろいろ株価を上げるような要因があるかも重要だよ。有望な薬でも、数年先にならないと何も出ないとかだと、なかなか注目されない可能性もあるよ。資金調達も重要だよ。臨床試験は対象の病気にもよるけど、とにかくお金がかかるよ。フェーズ1、フ
フェーズ2、フェーズ3と進むごとに大規模になっていくので、お金がさらにかかるよ。よって次のステップのための資金調達に増資するなんてことはよくあるよ。手持ちのキャッシュがどれぐらいあるか。売上のない会社だと手持ちのキャッシュがないと増資して株価が大きく下がるとかよくあるよ。逆にすでに販売している薬があってキャッシュフローが確保できればそちらでいける場合もあるよ。そこら辺の検討も重要だよ。買収の可能性。これは前に説明したけど、薬の開発中に買収して終わることも結構あるよ。リスクの高い大規模な試験をする前に、リスクプレミアムを払って買収してもらった方が嬉しいよ。そこら辺の可能性とかも投資判断のポイントとなるよ。あと、すでに成功している薬があり、その薬に類似しているものならば、試験も成功する可能性が上がるよ。ここで挙げたのは一例だけど、こういうチェックポイントを一つ一つ検討していくのが重要となるよ。面倒でしょ？面倒と思ったら、小型バイオ株の投資はやめた方が良いよ。趣味で調べるのが好きという人はぜひやってみてね。リスクを下げる方法として承認されて新しく販売された薬があるぐらいの会社を買う方法もあるよ。このレベルだとある程度臨床試験の結果も出ているし、薬を販売することでキャッシュフローを確保できる可能性がある。次の製品も開発しており、そこで株価が上がる可能性もある。あまり売り上げが多すぎるとディフェンシブな銘柄になっていくので、ここら辺のちょうど良い会社に投資してみるのも良いかもしれない。投資の考え方だけだとあれなので、少し銘柄を見てみるね。もし個別の銘柄の解説が見たければコメント欄でリクエストしてね。前回動画で見たティッカーシンボル VKTX。あとちょっと紹介のタイミングが遅れたけど、少しだけティッカーシンボル IOVA。今日はティッカーシンボル ARQT を中心に投資の考え方を整理してみるね。VKTX。これは前回動画で詳しく解説しているので、まずはそちらの動画を見てね。この銘柄をチェックしてみよう。アンメットニーズとしては肥満薬。これだけ話題になっているので、ニーズが高いのは間違いないよね。臨床試験結果は前の動画を見てほしいけど、フェーズ1で副作用が少ないところが良いよ。カタリストは3月までに皮下注射のフェーズ2の結果、飲み薬のフェーズ1の結果で、ここで株価が大きく動く材料が出るよ。希薄化のところは細かく見てないけど、フェーズ3まで自力でやるならば、キャッシュの確認が必要だね。自分の予想では、フェーズ2で良好な結果が出たら、買収されるのではないかと思っているよ。買収の可能性は、肥満薬が欲しい大手製薬は多く、引く手あまただね。噂も多いよ。類似の薬としては、現在、一番良いとされている LLY の薬と同じメカニズムを狙っているよ。筋が良いよね。こうチェックしてみると、かなり有望な銘柄だと判断できるよね。次に、ティッカーシンボル IOVA。この銘柄は、先週紹介できればよかったんだけど、大きく上がってしまったため、今回は投資の考え方だけ簡単に説明するね。アンメットメディカルニーズとしては、薬剤が効かない固形がん患者向けだよ。がん患者で薬が効かないけど有効な治療法があるって使ってみようと思うよね。ニーズはかなり高いと思うよ。TIL 細胞療法と普通の薬とは違うものだけど、どんな方法かは興味があれば調べてみてね。患者からがんの免疫細胞を取り出して、それを増やして患者に戻してがんと戦わせる治療法だよ。カタリストとしてはプジュファというホルイツがあり、審査の期限が定められているよ。その期限が2月24日だったので、
それまでに承認するかどうかの判断を FDA がしないといけないよ。難しい判断となる場合は、アドバイザリーコミッティというものが開催されて、そこでの意見を参考にするけど、IOVA の場合は特に開催される予定はなかったよ。よって2月24日までに承認する可能性はかなり高いことが分かっていたよ。ここら辺の審査期限もカタリストとしてよくチェックしておく必要があるよ。結局、期限の1週間早い2月16日にメラノマという悪性皮膚がんの一種に対して FDA 承認となったよ。今回はフェーズ2の結果のみでの迅速承認となったよ。これは対象に対して薬がないから、そういうものは優先的に承認されるよ。今後は子宮頸がんに対しては FDA 申請中。肺がんについてはフェーズ2の試験中だよ。このように対象の疾患を増やしていくなど、パイプラインはまだまだあるよ。ニーズはあると思うので、欧州や日本など承認を取りながら展開国を増やしていくことが考えられるよ。承認された薬がちょうど出たレベルのバイオ企業に当たるということだね。今後、売上からのキャッシュフローも開発に使っていけるようになるよ。これまで動画で説明してきたいろいろな観点が入っている会社だとわかるよね。さて、今回はもう一つ、ティッカーシンボル ARQT を紹介するよ。この会社は皮膚関連の薬を開発・販売しているよ。時価総額は897ミリオンダラーぐらい。1ビリオンダラー未満だからやや小さいバイオ企業になるね。もともと尋常性感染という病気に対するクリームの薬を出していたよ。2023年12月に新たに脂漏性皮膚炎に対するフォームの薬が承認されたよ。そしてその薬が1月に発売されたよ。脂漏性皮膚炎の治療薬としては20年以上ぶりに新たな作用基準の薬だよ。パイプラインとしてはクリームについてアトピー性皮膚炎に対して FDA 申請中だよ。フォームについて頭皮と体の感染に対してフェーズ3の試験を行っているよ。フェーズ1として円形脱毛症向けの薬。プレクリニカルとしてもいくつかの薬を開発しているよ。個人的に何が気に入ったかというと、皮膚炎というメジャーでない領域で勝負していることだよ。脂漏性皮膚炎なんて新たな作用基準としては20年以上ぶりという、他の会社が新しい知見で積極的に取り組んできていない領域なんだなと思ったことだよ。正直皮膚関連の疾患はよくわかんないんだけど、唯一なんとなくわかるのはアトピーかな。アトピーって小さい頃になる子供が結構いるよね。結構生活に影響がありそうなものだと思うよね。それもしばらくの間は完全に治療されることなく付き合っていくものだと思うんだよね。そういうやつならば新しい効果が良いものが出れば結構使われる気がするんだよね。知識がなさすぎでちゃんと判断できないんだけど、アンメットニーズはありそうだよね。臨床試験結果はまだよく見れてないけど、アトピー性皮膚炎は FDA 申請しているということはしっかり結果が出ているんだと思うんだよね。新たな作用基準の薬があまり出てきていない領域だから、ちゃんと研究した薬ならばハードルは必ずしも高くないかもしれないと思っているよ。さらに2つ目の製品が出て、アトピー性皮膚炎もそのうち承認されるとなると売り上げが出てくるので、キャッシュフローも良くなると思っているよ。皮膚関連なのであまり買収するようなイメージはないね。まとめると、やはり皮膚炎関連という領域選びと製品が出始めたタイミングで注目している銘柄だね。これは先ほど説明したように承認済みの薬が発売開始されたレベルの会社で、適度にアップサイドもあり、ダウンサイドもそこまで大きくないだろうという銘柄だと思っているよ。これは昨年11月の決算時の会社の資料だけど、
獲得の可能性がある患者数を示しているよ。その当時は緑色の尋常性感染の130万人だけだったよ。1月に脂漏性皮膚炎の薬が発売されて120万人も追加されたよ。さらに FDA 申請中のアトピー性皮膚炎も承認し、発売されれば140万人が追加されるよ。これは民間健康保険の加入者だけの数字だよ。それをさらにメディケア、メディケードという国の高齢者や低所得者向けの健康保険もカバーできるようにすると、さらに290万人増えるよ。さらにプライマリーケアや小児科との連携で630万人追加されるということだよ。プライマリケアは正確には調べてほしいけど、すごく大雑把に言うと、町のお医者さんで病気にかかったら最初に行くところだよ。これにより1310万人まで獲得の可能性のある患者が増えると言っているよ。これを今年の10月までにやっていこうという計画になっているよ。となると、今年のカタリストとしては、アトピー性皮膚炎の承認。さらに、この事業的な拡大がポイントとなるかな。臨床試験の結果次第とかではないので、一気に株価が下がるタイプではないかもね。毎回の決算で進捗を確認したいね。こちらが ARQT の冷やしチャート。昨年12月頃から薬の承認と発売もあって、すでに4倍以上になっているね。なかなかこの位置から買うのは勇気がいるけど、面白い銘柄だと思うね。2月27日のより前に決算発表があるよ。Q4 の決算だから、新しく発売された薬の数字はないけど、カンファレンスコールなどでここら辺の売れ行きが出てくるか確認したいよね。バイオセクターをまとめると、金利が下がり、QT をやめるならば小型バイオにチャンスがあるかも。FRB が君子表変しないか動向をよくチェックしてね。投資するならば投資信託か ETF で無難に投資が良いね。個別株はおすすめしない。やるなら深い分析をしている人の銘柄を参考に自分でチェックしてね。おすすめしないけど面白そうな銘柄はいろいろあるので、聞きたかったらコメント欄でリクエストしてね。それじゃまた次回。何でもいいからコメント欄でリクエストしてね。みんなのコメントがなくていつも寂しがっているよ。バイバイ。